誰彼を作りました、ヨナと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プレイズムというインディーゲームのパブリッシャーをしております、水谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そのストーリーテリングと、仕組みみたいなところを融合させるというところの、そうですね、やっぱそれが過不足なくというか、必要なものが必要なだけ入って必要なボリュームで完成してて、それはすごく整理整頓されてて美しいなというのが一番思ったことでしたね。はい。ちょっと手厳しさも感じるなという気もしますね。すいません。嫌なとこ出ちゃった。嫌なとこ出ちゃった。いや。昔そのアンネグレクタブルっていうものを私は作っていまして、これぐらいできたからちょっと誰かに見せていった方がいいのかなと思って、プレイズムさんに直接メールでお送りしたんですね。で、その時に水谷さんからお返事いただいて、ちゃんとこんな風に返してくれるんだってことは結構なんか驚いて、かなり当時の自分にとってはショッキングではあったんですけどアンネグレクタブルに関しては結構否定的なことしかなかったかもしれないですでもなんか実際作品はそんな感じだったんじゃないか、客観的にそう見られてしょうがなかったのかなっていうことを最近は僕は思ってて、でも誰がそれを言ってくれ、いつ誰かそれを言ってくれないとなんか変われないというか、それをなんかよくぞ言ってくださったなと個人的に思ってます。さっき読み返してて実際書いてたんですけど、なんかこう光るものは感じるけど、このまま完成しても良くないなっていうのが、あるゲームに関しては直すどこまでこう調整するつもりがあるかっていうのを含めて返すケースはごく稀にありますけど、やっぱすごい気になってたのは未だに覚えてますね。はい、だから返したんだと思いますけど、あとさっき嫌味に聞こえたかもしれないですけど、誰彼が過不足なく物事が入ってるっていうのがで、当時のゲームはアンネグレクタブルに関してはもうめちゃくちゃ入ってると。いらないものが本当に山ほど入ってると。で多分入れたい、こんなん思いついたから入れたら面白いんじゃないかっていう、面白くなるんじゃないかっていうものが山ほどこう入ってたのが全部いらないなっていう、その作品の完成度としてやっぱり逆にやっぱ落ちてる印象があったんで、なんか増やすより削った方がいいんじゃないかなみたいなのはなんか当時もすごい思った。そこはなんかすごい感じましたね。特に水谷さんから言われて、そこでなんかこう本当になんかゲームでなんか伝えたいって気持ちが私あって、それに対してこのなんか言葉がすごく押し付けがましいみたいなことをおっしゃられたのが結構ひどかったですね。来てて、これどうやって伝えたらいいんだろうっていうのを本当にその時考えました。でもそうですね、あれは結構一番あれだけひどいことを言ったなという印象が僕もあります。ゲームって楽しいのが一番で、そのゲームごときに説教されてたまるかっていうのはずっと思ってるんですよ。でそれは映画に対しても思うし、小説に対してもやっぱ思うし、エンタメ作品、親じゃないんだから、友達親友じゃないんだから、上司じゃないんだから、誰が説教されてたまるかとやっぱ僕はそれ聞かないし、やっぱメッセージっていうのは受け取った側が感じることで、どう主張するかっていうのはやっぱどれだけこう忍ばせて、なんか知らないうちに刺さってたみたいなのがやっぱ望ましいと思うんで、それはね、そうですね、僕はやりたくないなっていうのはそれは言わなきゃいけないとなんかすごい思いましたね。
下手すると作品がどんだけ素晴らしくてもそれがあることでそう思われてることで全部台無しになるやっぱ可能性がね、逆にあるので。でもさっき本当におっしゃってくださったように、こう自分でこういうことなんだろうなってこう掴みに行った先にそのメッセージがあるようにしないとやっぱプレイヤーに入っていかないというか、拒否反応が出ちゃうっていうのがこう分かってきて、どんどんなんかこうちゃんとアートっていうのをやっていかないといけないんだなって初めてそこで気づいたような気がします。すごいいい話ですね。すごいいい話だ。これはちょっと自分受け止められないですっていう反応は正直なことだと私は思ってるんで、もし例えばその編集の方がちょっと無理ですっていうふうに言われるのであれば、多分こう発売した時に多分同じことを何百人から言われることになるっていうのは予想できるので、これはちゃんと受け取れるものを作らないとこう言ってる意味もないっていうことになるのかなと思います。でもあとだからちょっとこれ言っていいのか分からない、テーマ性ですよね。その、今回結構そのセンシティブなもの、センシティブと言っていいのかもちょっと分かんないんですけど、なかなかゲームが題材にしないところっていうのがをした時にその、強い反応を示す方っていうのもいたと思うんですけど、何をテーマにするかですよねっていうのは難しいですよ。ゲームでああいうことを取り上げちゃいけないっていうことは全くないとは思うんですけど、難しいですよね。多分ちょっと僕も個人的なあれですけど、あれに今似たような状況みたいなことが近くで起こっていたりして、で結構ね、その今多分リアルタイムで向き合ってる人からすると、辛くてたまらないだろうなと。やっぱそれは作品動向というかね、捉え方が難しいだろうとかあるんだろうなと思ってプレイしましたけど、だからどういうものを今後テーマにしていくかっていうのが、なんか別にそのなんだろう、ゲームが今までやってないものをテーマにしようっていうのを別に目標にかける必要もないと思いますけど、なんかね、ヨナさんらしいなんかさらなるテーマというか、今回のものを深掘りしていくみたいなこともあるんでしょうけど、なんかそういうのがあるといいんでしょうね。